どうだったかな。足の指はこう。先生、ご教示ください。なんでコンデルさんよ。いかにして竜をこれほど写実的に描くことあたうのですか。たく、いつも言ってるだろう。俺が最初に入門した歌川国芳の教えよ。戦の絵を描くには毎日街に出て喧嘩を見つけて観察せよ。そのうち手の動き、足の構え、自然と頭に入って真に近くなっていく。何事も観察さ。しかし人や風景ならばそれもできありましょうが、先生が今お描きになっているのは竜です。それにこうした化け物も真を観察して描くことあたいません。そうかい。俺は見たぜ。竜も化け物も。あれはもう40年も前かよ。言葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ。靴底を振り減らして裸足でも止まれないのはなぜ。カバンの中に星空、嵐の夜もそこにある。そろそろ旅に出ろ。ローバーに咲く花よ花よ。ゴロゴロ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。そろそろ走り出せ。壊れるまで遊べ遊べ。踊ろうよ泥だらけ。胸を焦がす夜明け夜明け。おめでとうございなんし。おめでとうございますし。で先生、何がおめでとうでござんなんすか。日本の果てを越えたらアリンス国か。くすぐったいから狂わ言葉はやめてよ。でもおら生まれ言葉はこんなでがすん。よほどいい。おめでたいっていうのはさ、昨日徳川家吉が日光に向けて立ったろ。徳川？誰？まさか将軍様？そうだ、将軍様。大層な行列で頭から尻尾まで神田橋を渡り終えるのに夜までかかった。その何がおめでたいんですか。ご先祖の東照大権現様が命日に参詣されるんだべな。老中の水野堀田をはじめ町奉行の鳥居陽蔵、安倍正倉、みんなついていった。今この江戸に倹約だ贅沢禁止だと取り締まる連中は誰もいない。これがめでたくなくて何がめでたいんだ。これで加納道博先生のところで一番のお弟子さんなんだって。だけど浮世見物とか言って子供のくせに吉原に入り浸りじゃないか。ねえ、私あっちに行ってきていい？ずるけるつもり？嬉野浦の座敷でしょう。いいじゃない。そんなにお女郎氏がのぼせ上がっているお大臣の顔見たいな。
違うんでがす、修三郎先生。ちょっと変わった旦那氏だから。素敵、才蔵様。才蔵様かっこいい。才蔵様、こっち向いて。おい、もう出よう。上様が無事日光に立たれてやっと出た休暇。バカ騒ぎもいいじゃありませんか。祝儀は心配いりませんよ。でもあなたが一番人気がある。あれは嬉野のカモロか？ええ、お馬って変わった名前の。け豪気にやってやる。どいつもこいつもお天道様の下まともに歩けねえくせしやって。なんだお前。おやめなさいな。おかっぴきですよ。調べだなんだってタダで上がり込んで。たくずうずうしいったら。俺は本当にお調べであの怪しのやつらは。怪しおってなんでもねえ。いいじゃないか、教えてくださいよ。知らねえ、何にも知らねえ。なんならお調べの後花代持たせてもらいますよ。おい、本当か？奴らお上の中では番社改め所と呼ばれているらしい。俺様が調べた限りどこのお役の支配でもねえ。役宅は九段に置かれているらしいが、本当の役所は別にあると俺は睨んでる。でそのお役目は？その名の通り番社と言われている怪しげな学者たちを取り締まるためだとか。跡部の殿神様、安倍伊勢の神様の肝入りだって噂まであるが。確か跡部は勘定奉行、安倍も自社奉行だよね。しかも跡部は老中水野の実弟だ。だからさ、ありえねって俺も思ってるんだけどな。番社改め所頭取小笠原宝三郎、長崎奉行所よりき小笠原貢様のご養子で名を知られた蘭学者だ。妙な話じゃないか。蘭学者が自分の仲間の番社を取り締まるのか？そこにどうもからくりがあるらしい。小笠原の養子になるときに仲間を町奉行の鳥居様に撃って自分だけは生き延びた、そう思われてるらしいな。現に師匠だった高島なんとかって砲術家が去年牢に送られている。この娘は私にお任せください。すぐ済みます。それで騒ぎは終わる。いいんですか？あなたのお父上は。父のことは承知で養子に入った。あなた方には感謝している。しかし彼らの邪魔はさせない。いい覚悟だ。だが不守備となれば番社改め所の取り潰し覚悟しております。甲斐の神様におかれましては、もともと番社改め所を設けるに反対であられたとのよし。それが叶いますな。女のなりをしてるな江戸玄罰。どこかの神社の神主だとか、寺社って女のなりでまじないをしていたもんの末裔だとか言うが、こいつの正体は皆目わからない。しかもこいつによく似た男が。ところてん、冷たいところてん。ところてんくださいな。ああ、降りてきなさらないで。皿出してください。はーい。酢醤油はありますかい？お上の役所がポテフリを雇ってるなんて妙知気があるかい。あいつだけじゃね猫の飲み取り。
こうやってイノシシの毛皮で温めますと飲みはみんな移ります。はあはあ。俺は三の民です。その知恵ですよ。アビって野郎は自分で三の民と名乗ってやがる。山には山で暮らす三の民、海辺には海で暮らす海の民がいるが、勝手に町に暮らしちゃならねえ決まりだ。それがお咎めなしってことは、やはりお役目についてるってことだね。それでもその二人は腕の立つ男だから雇われているのもわかる。だがね、あそこにいる才蔵っていうのは女だろ。あれ、分かった？才蔵は永楽座の座元の娘だよ。前の芝居町にあったおででこ小屋か。女は舞台に立てねえのがお定めだけど、才蔵の親父は娘をえらく可愛がって男のなりをさせたり面をつけさせたりして何度も舞台にあげたらしい。小屋が焼けて親父も死んだ。その後どうしたわけか小笠原様のお屋敷で寝起きするようになったらしい。役者だって男が女のなりをしたまま街を歩いちゃならねえってのに、女が男のなりで。見た目は俺よりよほど侍の子だよ。小笠原様の若人ってことで一本差しは許されてるみてえだが、二本差しちゃ重くて身動きできねえんじゃねえかとも。不思議だな。父が死んで芝居小屋もなくなって、それでもなぜ男の姿を。まあしかしこんな奴らはどうでもいい。あっしの狙いはあそこでふてぶてしく飲んでいる男ですよ。あっしの狙いはあそこでふてぶてしく飲んでいる男ですよ。竜道幸敦。侍かい？元は旗本の嫡男だったとか。だが子供時代に神隠しにあって、それ以来様子がおかしくなっちまった。家を出奔し無頼の群れに混じり、そこで用心棒官よ。町人の七次ってろくでなしとつるんでいたんだが、どうやらそいつを切ったらしい。あんまり重くてこのまま上がれねえかと思ったぜ。池安さん、本当に死にますよ。そうかい？なんで無茶ばかりするんですか。ヤクザや親分衆をからかうのはまだしも、二本差しにも刀を抜く。オイラと知り合った道場の時だって。俺は子供の頃変なところに神隠しになったって言ったろ。ええ、そのせいでお屋敷にも居づらくなったって。あれからずっと俺はまたあそこに連れて行かれるんじゃねえかってビクビクしてる。どうせまたいなくなっちまう気がする。誰もこんなことわかるまい。お前にも。怖いのは、この世が嫌なのはあんただけが。やめてくれ。死にたくねえ。とうとう言いやがった。誰だって死にたくねえ。あんたもみんなも同じだ。そこからどこをどうしていたのか。とうとう不眠に落ちてまで夕夜の行くみ番なんかやっていたんですがね。あっしに目をつけられて逃げられねえと思ったのか。小笠原様のところにへり込んだ。番社改め所にか？そこで何をやってるんだ？さっぱりわからねえ。何の役にも立たねえはずが。用意が食っておる。
せろ。綾神が一つじゃない。これも異なるものさ。用意、俺の化け物。小笠原殿が言っていた。俺の名、竜にも針が刺さっているってな。雲七、どうした？大丈夫か？もう無理かもしれません。こいつを押さえつけておくのは。元に戻るってのか？ここにはとてつもない用意が渦巻いている。殺生石もケツアルコアトルの大好物なんですよ。私がこいつを食って一緒になって押さえつけているのに。俺も食え。俺がお前らと一つになる。俺の姓は竜道。竜を導くものだ。そんなことしたらあんたが異界の化け物になっちまうかもしれませんよ。化け物か。だからやると決めた。用意と戦うとな。今まですまなかった七時、許してくれ。消さないのか？ああ、せっかく用意してもらったがな。事情を知らない奴に見られれば不眠扱いされる。侍だと言っても信じてもらえないぞ。ずいぶん心配してやるんだな。私は迷惑なだけだ。迷惑をかけないように気をつける。じゃあ連れて行く。ああ、あちらで。私も久しぶりに羽を伸ばすか。いやらしい。好きにするがいい。だが竜道、それはただの干渉だ。不眠であった証を消さないということは、自分の昔を忘れたくないということだろう。俺はただの不眠だ。それを忘れないだけだ。奴ら怪しと呼ばれているそうで。怪し。キーなる侍。歴とした身分ではないということか。奉行所は奴らをどう見ているのかな。それがまた妙なんで、南町奉行の鳥居様は捕らえられるでもなく、なんだかじーっと成り行きを見ていなさるようで、鳥居様のお屋敷にいる本庄花井、それからなんとかって女がよく連中と一緒にいるみてえですがね。あっしだって鳥居様に睨まれちゃたまりませんから、これ以上は。で、玉平さん、あんたはどう思うんだい？何がで？番社改め書。そんなならず者のような者どもを集めて、真の目的は？化け物。あっしが言ってるわけじゃねえんですぜ。ただ
なんだか知らねえがでけえ化け物がそれを退治してるのが怪しだなんてバカバカしい話でさ。俺は見たよ、化け物を。え？先日師匠のお供で行った日光で。それでさ、あのカムロは？え？いや、怪しは今話した5人で。私は嬉野花魁の座敷についていないといけないんです。お前、異国の血が混じっているね。最初の師匠によく言われた。何もかもよく感じなければ真は書けないことに女はね。だけどお前ほど綺麗な女を見たことはない。これは川鍋暁斎。独り立ちしたらそう名乗ろうかと思っている。窓の外の空を見たら雲がハートの形に見えたよ。息を大きく吸い込めば心が大きくなった気がするね。愛とは何かなんてこの年じゃわかるわけないけど、いつの日かわかる時が来るのかな。窓から見える木の枝も葉も毎日毎日伸びているよ。これからも伸びてくよね。こんな時にはこんな歌が似合う。自分の今思う気持ちを口ずさめ。愛しているという素敵に響く言葉が未来にいる自分をきっと今の何倍も大きく優しくさせてくれるのかもしれない。この世もあの世も変わりない。どちらも蝶が見るひとときの夢。せめて自分の根付けは自分でしたい。十四の話、胡蝶舞。